さあ始まりました、南小国町の魅力ある人や物、グルメ、観光スポットなどをご紹介するカジマックスの南山よかばい。南小国町のアイドルカジちゃんとマックスです。よろしくお願いします。本日の南小国町の気温なんと1度です。いや寒いよね。寒い。でもマックスはスウェーデン出身だから寒さについてないと。いやあれ偏見でもう寒い国だからこそいつもあったかいはしねえです。あ、そうなの？はいあ、なんかすいませんでした。勉強になりました。いやもう全然思ってないでしょ。おいおい、まあいいや。もう今日は何を紹介するの？あ、今日はですね、はい、マゼノ渓谷というところに行ってみたいと思います。紅葉が綺麗で年に2回しか入れないところでしょ。そうなんです。じゃあ寒いけんさっさと行こう。よし、はい、よし、行ってきます。行ってきます。清らか朝を出発したカジちゃんとマックス。マゼノ渓谷へは阿蘇と大分県の日田市を結ぶ国道212号を通り、マゼノミステリーロードに入ります。あ、黒川さん。こんにちは。こんにちこんにちは。は。よよろしくお願いします。よろしく。ありがとうございます。ありがとうございます。この方は黒川さん。生まれも育ちも南小国。マゼノ渓谷をよく知る一人というわけで、今回案内役をお願いしました。マセノ渓谷ってそのマセノの部分はどういう意味なんですか？今はカタカナでマゼノって書いてあるんで、お客さん皆さんマゼノってどういう意味ですかって言うんですよ。本当は漢字なんですよね。漢字なんですね。中間の間の間っていう漢字。そして背ですね。瀬川栄子とかの瀬ですね。野原の野でマゼノの間に背があるということで、多分先人たちはそういう意味でつけるんだろうなと思うんですね。これ昔からあったんですか、マゼノって？これ記録はないんですけれども、明治初期からですね。明治から。こう管理されていたみたいなんですよ。ただマゼノだけはちょっと違うんですよ。ちょっと違う。はい。ほう。何が違うんですか？これ南小国の土地じゃないわけ。南小国なのに南小国の土地じゃないんですか？そうです。これ米山の石橋吉三郎さん、その人の所有になっていたんです。昭和45年に地域の人が今まで全体でこう管理されているのは分かっていたんで、その時にきちんとこの共有組合という形で石橋さんにお願いして、この皆さんの共有の財産としたわけ。なるほど。奥が深い。全然知らなかったですね。マゼノ渓谷を一般開放したのはおよそ5年前。年に2回しか入れない場所にもかかわらず、およそ6000人が訪れています。いや、だいぶ歩いてきたんですけど、このなんか遊歩道もめちゃくちゃ綺麗に整備されてるじゃないですか。私たちが見た時には、なんか道の形があるなというのがあって、でなんで滝にまでつないでやるんだろうなとかよっと考えたら、先人たちもやっぱり何かしらこの滝があるのを知ってて、この滝を見せたいという気持ちがあったんだろうな。なんかロマンがありますね。お客さんが今度は道を作ってくれた。お客さんが実際こう歩いて踏み固めていって、こういう綺麗な道ができたっていうことですか？すごい。でも確かにもう毎年何千人がこう歩いてたらそうなりますもんね。すごいな本当に。カジちゃんとマックス、そうこうしているうちにマゼノ渓谷最大の見どころ、マゼノ滝に着きましたよ。すごい。めちゃめちゃ綺麗やん。なんかもう上だけじゃなくて、もうなんか全部。岩の感じとかもすごいね。かっこいいね。かっこいい。なんかこんだけすごかったらお客さんの反応とかめちゃくちゃいいんじゃないですか？今度彼女連れてきます。うわー、いいなー。絶対また来ますね。うわ
大事な人をそうなんか連れてきて、このなんかすっごい綺麗な景色を見せてあげたいって思うようなこう景色がここにはあるってことですよね。本当です。私たちが作ったわけでもないですね。うーん自然の恵みなんですよね。あ景色もそうだけど、やっぱり黒川さんの話にも感動します。出ました、感動します。実は、日本来てからめちゃめちゃやってみたいことがあって、やってみたいこと何？滝行。感動したのはわかるんやけど、いや今何度か知っとるでどう思います黒川さん？いや、あんまりおすすめはしない。大丈夫？まあでも今日の気持ちを込めてちょっとできれば、はい。じゃあ一緒にやろうよ、せっかくだったら。やだよし、もうだってこれからのもう南山よかばいの公演も願って、はい。うわーめっちゃ寒いやん。でも私の格好も大概やけど、なんその格好。ジャパニーズふんどし。やばい、これマジでやばい。やいだ、やいだ。南小国のですね PR のためっていうのと、まああんだけ黒川さんの熱い思いを聞いたらちょっと入るしかないかなっていう、もう覚悟を決めた次第です。日本人に近づいてる大きな一歩を、はい、これから取ると思います。番組を嫌うわ。最高でした。マジ寒い。もう絶対入らん。もういやでもこれでね再生回数が1万回ぐらい超えてくれたらいいなって思います。彼氏欲しいって言った。聞こえました。自分の願かけちゃいました。いやちょっと彼氏も欲しいんで頑張ります。よろしくお願いします。いかがでしたか？カジマックスの南山よかばい。先人たちが築いてきたこの景観を守り続ける黒川さん。後継者となる若者たちにマゼノ渓谷の活性化を頑張ってほしいと語っておられました。それではまたお会いしましょう。